人は死ぬとどうなるのでしょうか。再び人に生まれ変わるのでしょうか。それともただ無に帰っていくのでしょうか。古代インドの人々をはじめ、ピタゴラス、ソクラテス、プラトンといった古代ギリシャの鉄人たちなど、古くから人々は死後の生まれ変わりを信じていたようです。しかし、生まれ変わりや輪廻転生というものが事実だったとして、では人は死後何に生まれ変わるのでしょうか。もし人が人にしか転生しないのであれば、人口爆発以降の魂の供給はどのように行われたのでしょうか。今回は生まれ変わり、輪廻転生について詳しく考察していきたいと思います。生まれ変わりについては、バージニア大学医学部精神科主任教授、イアン・スティーブンソン博士の実証的研究が知られています。彼は前世の記憶を持つとされる子供たちと面接し、彼らが語ったことを追跡調査し、彼らの記憶が実際の過去の事実と符合していることを突き止めています。また、そのような子供の多くが、不慮の事故や凶悪な事件に巻き込まれて、あるいは突然の流行り病にかかって、強い未練や心残り、無念や後悔を感じて死んでいった記憶を保持していることが分かっています。自分がもともと6歳で疱瘡にかかって死んだほど久保村の須崎藤蔵だと語った江戸時代の小谷田勝五郎の例。彼の事例は平田篤胤や池田貫山が聞き取り調査を行い、詳細な記録を残しています。また、ラフカディオ・ハーンによって英文の書籍としてまとめられたため、内外で広く知られており、スティーブンソン博士が生まれ変わりの研究を始めるきっかけの一つにもなりました。また、2歳頃から自分が第二次世界大戦中、硫黄島の戦闘で、日本軍に撃墜されたパイロットであるジェームズ・ヒューストンだと語った、1998年生まれのジェームズ・ライニンガー。2歳頃から自分は戦艦ヤマトの乗組員で、ヤマトの沈没とともに自分も死んだと語る2012年5月生まれの男児の例など、その他多数の事例が報告されています。そしてこのような事例が輪廻転生の証拠であると考えている人もいます。生きとし生けるものは死後例外なく人間や人間以外の生命体に転生し、そのような転生は未来永劫を繰り返されるという考えです。そしてそのように永遠に続く転生を輪廻と呼びます。古代インドの人々はそれを絶望的な永遠に続く苦の連鎖であると考え、その輪廻から解放されることを絶望しました。輪廻から解き放たれることを解脱と言います。この世は人間の魂にとって修行の場であり、人間は何度も転生して、魂のレベルを高めていくと考えられています。そして人間は人間にしか転生しないし、人間以外の生物が人間に転生することもないそうです。したがって人間は死ねば必ず再び人間に転生して修行を続けていくものらしいのです。だから人間には必ず前世があって、ほとんどの人がそれを思い出せないのはただ忘れているだけで、対抗催眠を行うことによって思い出すことができるとされています。また、神経症などの精神的疾患には前世におけるショッキングな体験に由来するものもあるため、対抗催眠による前世療法が有効な時もあると考えられています。また、ツインソウルという概念があって、その意味は前世で一人の人間だった魂が現世では、二人の人間に分かれて転生することを言います。ツインソウルの関係にある人間同士はもともと一つの人格だったことから、相互理解がたやすく、お互い大変友好的であり、とても親密な関係になると言われています。産業革命以降、人口爆発によって人類の数は今日まで増え続けています。つまり、出生者数が死者数よりも多い状態がずっと続いていることになります。そして、スピリチュアル界隈で囁かれている人間以外の生物が人間に転生することはないという噂が正しいなら、魂の需要にその供給量が追いつかない状態が慢性的に続いていたことになり、現在のような人口増加は起きていないことになります。しかし現実には人口は破竹の勢いで増加してきたし、今もしています。そして、
この圧倒的に足らない分の魂の供給量を何によって補って人類は増え続けたのかという疑問が残ります。また、ツインソウルという便利な概念がありますが、産業革命以降の人口増加は、ツインソウルどころか、クイントプレットソウルでも間に合わない勢いで、しかも、現世において、それほど多くの人間が前世の同一の人間の魂から派生したというのなら、人間同士の相互理解と融和がもっと進んでしかるべきなのに、現実は、さにあらず、人々の孤立と分断は深まるばかりです。また、人間の脳は勝手にありもしない記憶を捏造することがあるので、対抗催眠によって見る前世のビジョンについては、頭から信じることは避けた方がいいのかもしれません。この宇宙にはプラーナと呼ばれる生命エネルギーが満ち溢れているとインド哲学では古くから考えられています。プラーナは気候や合気道では、気に相当する概念です。人間を含めた全ての生き物は呼吸を通してプラーナを取り込みます。人体に取り込まれたプラーナの中でも尾てい骨のあたりに溜まったものを、特にクンダリニーと呼びます。クンダリニーは性的エネルギーとも呼ばれ、生殖活動において重要な役割を果たします。生殖活動を通して父母から与えられたクンダリニーは受精卵に宿り、以降の当面の生命活動に従事します。つまり受精卵に宿る父母由来のこの生命エネルギーこそが魂だと考えられます。そして細胞分裂を繰り返し、着床すると母親の呼吸によって取り込まれたプラーナの一部は胎盤を通して胎児に供給、補充されます。そうやって体内で成長して生まれてきた赤子は、特にこれといった人格もないまっさらな人として生まれ、生後、本能に組み込まれたフレームワークに従って、あまたの経験を通して様々な言葉や所作を獲得し、その過程で次第に人格も形成されていくのです。人格が後天的に形成されるものであることは今や定説であり、圧倒的多数の人々が前世の記憶を持っていない事実からもそれは裏付けられるのではないでしょうか。以上のように人の発生から誕生までを見てきましたが、その過程において前世の記憶や人格が必要とされ、それが機能し役に立つような局面はないことがわかります。つまりその過程で魂に求められるのは生命活動を維持するエネルギーで必要十分であり、前世の記憶や人格は全く必要がないと言っていいようです。そして先の章で触れたように、産業革命以降、人口爆発により、魂の需要に対して供給が圧倒的に足りず、新たに誕生する人間の全てがかつて人間であった魂を引き継ぐことが事実上不可能である状況が今日まで続いていることを鑑みれば、前世からの転生というのが人間の誕生にとって必須要件ではなく、むしろ例外的な事象だと気づくはずです。生誕後、自らの呼吸によって人を含む全ての生命体はプラーナを体内に取り入れ、魂を補充、増強していきます。気候にしろ、ヨーガにしろ、呼吸を重要視するのにはそういった意味合いが含まれています。そしてその生命体が死んだ後、魂は宇宙に変満するプラーナへとただ戻っていきます。つまり、一旦ただの生命エネルギーにリセットされるのです。それは人も豚も蛇も虫も同じで、宇宙に変満するプラーナへとただ帰っていくのです。もちろんそこにはかつて人だったプラーナも、サナダムシだったプラーナも、あるいは今まで全く何の生命体にも宿ることのなかったプラーナだってあるでしょう。しかしそれがかつて何であったとしても、それは同じプラーナです。それが呼吸を通して人体などの生物の体内へと取り込まれ、生殖を通じて次世代の生命へと受け継がれていく。そうやって魂、つまり生命エネルギーとしてのプラーナは循環していくのです。かつて人間だったことのあるプラーナが例えばゴキブリという昆虫の生命体の中に取り込まれることだってあるでしょうし、またその逆もあり得ます。このあたりの考え方はいわゆるワンネスという概念へと通じていくことが分かってもらえると思います。そして、その意味では、かつて人間だった魂が人間へと転生する保証がなく、どんな生命に転生するかわからないという、古代インドの輪廻観とはある意味符合することになります。しかし、また、ただのエネルギーの循環だから、輪廻転生が永遠に続くの連鎖とはならないことになります。この点については古代インドの輪廻観とは違うことになるのでしょう。また、プラーナは宇宙に変満しているとされます。つまり無尽蔵にあるわけですから、人口爆発なんかにもびくともしないわけなのです。しかし、
現実には前世の記憶や人格を伴う生まれ変わりというものは存在しています。それはただのエネルギー循環ではありえないことです。これは一体どういうことなのでしょうか？まず、それは、先の章でも触れたように、それが例外的事象だということです。では、どういう時に、その例外は起こるのでしょうか？それは、生まれ変わりの事例をよく見ていけばおのずと分かってきます。多くの生まれ変わりにおいて、無念、未練、心残り、後悔といった感情を伴うことが分かっています。それは、突然の流行り病にかかったり、あるいは不慮の事故や凶悪な事件に巻き込まれて、納得のいかないまま、不本意ながら死んでいったことによるものです。そして、死に際して、その思いがプラーナに強く刻印されます。これらの思いはやり直しを求める感情ですから、そのような感情を宿したプラーナ、つまり霊体は、やり直す機会を求め、転生先を探して浮遊する一種の浮遊霊になるのです。そして良い転生先、それは受精卵や胎児や生まれたばかりの赤子ということになるのでしょう。が見つかると、そこに宿ります。これが転生の正体なのではないかと思っています。死に際して、その死を自覚しながらも、それが不本意なものであり、できることなら生まれ変わってもう一度やり直したいと強く思うこと、これこそが、次への転生の条件なのだと思われます。また、プラーナには記憶媒体としての側面もあって、強い憎悪や怨念を宿したプラーナは悪霊や怨霊と呼ばれ、曰くのある土地に執着してそこから動かなくなると自爆霊と呼ばれ、土地に執着しない自由な霊体を浮遊霊と呼ぶことになるのでしょう。また、受精卵や胎児や生まれたばかりの赤子にはこれといった人格がない、まっさらな白紙のような状態ですから、転生が憑依霊による肉体の乗っ取りにはならないことになります。このように考えていくと、大多数の人に前世の記憶がないこと、そして前世の記憶がある人の方が稀であり、その多くの人が自分の不幸な死や死に対する無念や未練の記憶を持っていることの説明ができます。また、転生が例外的な事象で、次世代への生命、魂の伝達は本来、宇宙に無尽蔵に存在するプラーナによって行われると考えれば、人口爆発によって増え続ける魂の需要にも対応できたことの説明にもなるのです。このように、プラーナ仮説によれば、輪廻転生にまつわる疑問に、無理なく一通り説明できることになります。ここまで見てくると、視聴者の中には、次のような疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。人口爆発以前は人間の生と死のバランスが取れていて、魂の需要に供給が追いついていたはずであり、すべての人間が人間として転生できる条件が整っていたはずだ。また人口爆発以降も死んだ人はすべて人として転生し、供給が足らない人のみが転生者としてではなく、まっさらな状態で生まれてきたのではないのか、と。これに対する回答のヒントは先の江戸時代の小谷田勝五郎の事例にあると思います。勝五郎が生まれたのは1815年であり、西欧ではイギリスを中心にすでに産業革命が起きており、近代化は始まっていました。しかしグラフを見れば、1815年の段階では、人口の増加率はそれほど急ではないことがわかります。つまりこの時代、死者数より出生者数の方が多いものの、その差はまだわずかだったのです。そして、この時代、もし死んだ人間がことごとくまた人として転生するのなら、転生者はごく当たり前の存在で、逆に、転生者でない人間の方が珍しかったはずです。しかし、そのような時代にあっても、勝五郎の話は耳目を集め、調査の対象になったのです。つまり転生ということがごく当たり前に見られる現象だったのなら、勝五郎の事例もそんな騒ぎになるはずがなく、人口爆発以前から、前世の記憶を持つ子供というのは極めて稀な、例外的な存在であったということがわかります。そして当時から前世の記憶を持たない人が多かったということはその人たちに前世そのものがなかったから、というのが今までの私たちのスタンスであり、結論です。しかも勝五郎の前世である須崎藤三は、6歳という若さで放送にかかって死んでいます。物心もついて、これからやりたいこともたくさんあったであろう彼が、死に際で、もう一度生まれ変わってやり直したいと強く願ったであろうことは、想像に難くありません。人がやり直しを求めるのは、言うまでもなく、人としてです。そうなると、スピリチュアルで言うところの、人は人にしか転生しない、ということはある意味正しいことになります。
ただし、本人が本当に強く望めば、他の動物に転生することもあるらしいです。ある人の死後生まれた牛だか馬だかが、その死んだ人の持ち物に異常に執着するという事例をどこかで読んだことがあります。転生先も、あくまで、本人の自由意志によるもの、ということなのでしょう。また、人間以外の動物は知的レベルにおいて、そこまで複雑な感情や思考を持つことがないでしょうから、転生ということが滅多に起こらないのだと思われます。ただし、飼い主と深い愛情と信頼関係を築いていたペットが死後、その飼い主の子供として転生した例というものを聞いたことがあります。多くの場合、ペットは飼い主より先に死んでしまうものですから、死に際してそのペットが持った、もっとこの人と一緒にいたかった、という強い思いが、そのような転生を誘発させたのだろうと思われます。そうなると、転生するもしないも、それは本人の自由意志であり、転生の条件は、本人がそれを強く望むことにかかってくるということになりそうです。ならば、スピリチュアル的な考えの影響を受けて、再度生まれ変わってさらに修行を重ね、魂のさらなる進化を目指そうという転生者も今後現れてくるのではないかと思われます。プラーナ、クンダリニー、シャクティといった生命エネルギーは科学的に立証されたものではない宗教的な仮説であり、さらに私の説はその仮説の上に立てた仮説であり、科学的とは言い難いものであることは確かです。だからもちろん、これが絶対に正しいと主張するつもりはありません。ただ自分なりに納得できる説明が見つかったので、参考までに興味のある人たちと共有したいと考え、動画にした次第です。もちろん、批判的、否定的意見は受け付けます。そのような意見も受け入れ、切磋琢磨することによって、私の仮説も弁証法的に洗練され、より客観的なものへと昇華していくと考えるからです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録をお願いします。